やると決めたらもう絶対やるからこの人はもう仕事辞めている状態でもう日本一周の旅を始めようっていう時なんですけど、実はまだりんご夫婦。皆さんはじめまして、はじめまして。りんご夫婦と申します。タイトルにもあるように私たちは夫婦で日本一周することを決めました。私たちについて簡単に自己紹介させていただきます。私たちは、新婚夫婦で東京で今まで働いていましたが、2021年末をもって退職をして、現在仕事を辞めてこれから旅に出ようとしております。でまずはじめに、どうして私たちが日本一周をしようと思ったかっていうきっかけについてお伝えできればと思います。りんご夫婦。2021年になって3月ぐらいかなに旦那さんの方から急に LINE が入ってバンライフしたいって来たんです覚えてるかな。うん、覚えてる。なんかその日は風邪をひいて一人家でずっと寝込んでて、ちょっと心配になってて、私は仕事中、休憩の時に LINE で開いたらそのバンライフしたいって来てて、何事なんだって思ったんですけど、でなんか家に帰って話聞いたらその YouTube を見てそのより行きたいってなったらしくて、もともと私たちなんかそれぞれ今年を死ぬまでにしたいことの一つが日本一周、でなんかね、しんくんも言ってたんだよね、同じだったよね、日本一周したいっていう夢があるっていうの、そうだね。でもまあいつ頃とか特になくて、ね、退職後とかちょっとずつ回るとかっていうのもできたと思うけども、そういう夢があって、私は本当に今するとはその時は思ってなかったけど、なんか誘導がうまくてでなんかよし来年からしようみたいなのを急に言い出して、私もその去年は仕事を去年いっぱいで辞めたいって思ってて、なんか続けることがだんだんここでずっと続けるのかなっていうのが気持ちが出てきたからやめようと思ってて、次何するとかは決めずに、そういうのは思ってたんだけど、じゃあそれもありかなと思いつつ、本当にするとは思わないでなんか他の勉強とかしながらしてきたんだけど、そのうちにね結婚することになって、よりこれからどうしようかなっていうのを考え始めて、ね、結婚して子供も欲しいなって思うし、だけどその2人のそういう夢があるって一緒の夢があるっていうのもあったから、なんかどうしたらそれも両方叶うのかなって思った時に、やっぱり今まで2人の時間少なかったじゃん、なんか仕事も休みとかが違ったりして、旅行も行けても年に1回とか、でも3連休が精一杯とかだったから、でそのまま子供もできてしまったらそういうのも行けなくなるし、早く欲しかったけど2人の時間もあってもいいのかなってだんだんと思い始めて、でその私が仕事をみんなに辞めるっていうのと、その旦那さんも辞めるってするから練習一緒にするから辞めるって言ってたから、そういうのもあってもいいのかなって思って。ああ、そっかそっか。はい、長くなったけどまとめれる？私の言いたいことは。僕が無理やり引っ張ったおかげで今これから日本一周をなんかちょうどあったんだよね、私の気持ちと。ああ、そっかそっか。でまさかこんなにうまくね、ちょうど2021年12月に退職したんですけど、ちょうどそのきっかけとなったのが2021年3月で、9ヶ月間の間でこういう心境の変化というか、心変わりじゃないけど、そういう準備とかをねどんどん進めてって形あったので、その YouTube でそういうことしてる人たちが見たのがきっかけっていうのはあるよね。そうだね。そういうのもできるんだって思ったよね。同じぐらいの若い人たちがやってるのを見て、今でもできるんだって、思ったよね。もういっぱい見たよね、毎日見てたの、それが楽しみで、早くしたいっていう気持ちもそれでどんどん高まって、なんか想像できるように。そう、なんかやけにまだ行ってもいないのにいろんな土地の場所になんか詳しくなっちゃったね、今ならできるって。確かにそれもある。この1年逃したら本当にちょっとできるかわからなかったし、なんかやると決めたらもう絶対やるから、この人はだからうまいこと私も気持ちを持ってきましたね。はい。りんご夫婦。
なんか僕はもともと日本一周の旅っていうのは学生時代から興味があって、大学生の時とかもやってみたいなっていう憧れがあったんだけど、やっぱり大学生ってお金もないし、時間はあるけどお金がない状態で、それで結局もう断念しちゃって、で日本一周の旅ってやっぱりすごい時間かかるから、大学生かもしくは仕事を辞めた後にもう老後の時間の楽しみみたいな形で取っておくっていう、なんかそういう自分の中で思ってたから、もう正直その社会人これからずっと長くランニングマシンみたいに動いていくのかなみたいな。結婚とかしたらよりね、なんか子供できたらそりゃもちろん辞めれなくなるし。そうで、僕は9時5時のサラリーマンをやっていて、 C さんはシフト制の仕事をしていたから、夜帰ってきて遅くなっちゃって、夜ご飯も一緒に食べれなかったりとか、土日も仕事があるから土日の休みも合わなかったりして、さっき C からもお伝えした通り時間もなかなか取れなくて2人の。で、そんな中で多分これから子供ができた時に2人の時間をあまり作れないままこのまま進めていっちゃうのかなっていうのは正直思っていて、で、さっきその C からもあったんだけど、僕がちょうど3月が誕生日なんですけど、なんか誕生日の次ぐらいの日に寝込んじゃってそう、その時に本当にたまたま偶然 YouTube でなんか急上昇みたいなところにそのワンライフをしている人がいて、でライクサタデーさんっていう夫婦で大好きです、YouTube やってる方なんですけどその方たちは僕らと同い年で公務員を辞めてワンライフをしているっていう方で、すごく自分たちも勇気をもらったというか、自分たちでもできるんじゃないかなっていうのを見てて思って、具体的にその3月に見たから、そこから自分の中でどうしようかなと思った時に、やっぱり一番はお金面がすごく不安だなと思っていて、で、どうしてもやっぱり、貯金も結局会社からもらえるお金っていうのも限られてるから、結局やっぱりこういう YouTube とかをやって働きながら旅をするっていうスタイルでこれから進めていく形で、あとは僕らなんかオーストラリアとかでワーキングホリデーをいずれしたいなっていう興味があって、それも30歳手前とかでやろうかなみたいなだったけど、やっぱり海外とかに向けなくなっちゃったから、だったら日本でそういう農業の収穫のバイトをさせていただいたりとか、日本でワーホリをしていって、そこで稼ぎながら働くっていうのも一つ考えてました。楽しそうだよね、なんか移住体験みたいな。そういろんな土地のね場所で。りんご夫婦どんな風に回ろうと思ってるのか。日本一周っていろんな方法があって、自転車でやられてる方もいるし、歩いてやられてる方もいれば、電車とか使ってやられてる方もいて、その中で僕たちが選んだ選択肢っていうのが車を使って、日本一周していこうかなって思いました。日本一周をどんな車でやるかって、みんな大きい車想像すると思うんだけど、キャンピングカーみたいなね。そう私たちは軽自動車のハスラーですることにしました。本当にちっちゃくて可愛い車で、もう一目惚れっていうかね、なんかその時日常的になんか車が欲しいなって思って、2人でジムニーとかもいいなって思ってたので、ジムニーを見に鈴木に行ったんですよね。試乗しにね行ったんですよね。でちょっと狭いの、ジムニーもちょっとちっちゃいのかな。で隣にあったハスラーがなんか可愛くって、それからもうハスラーしか、考えられなくなって、でその日本一周もしたいっていう思いもその時はもう本当に普段使いで使おうかなって考えてたので、まだ日本一周確定ではなかった。まだ半年、3月で6月の終わりぐらいに試乗しに行ったから、で正直やっぱその時もまだ日本一周すること確定しなくて、ではなかったね。でもハスラーいろいろ調べてたら、結構遊べるハスラーってよく聞くと思うんだけど、本当になんかいろいろ自分好みにカスタムできたり、なんかアウトドア系の車でフルフラットにしたら寝れるんだよね。なんかそういうのも、あれこれなんか日本一周向きかなとかって思って、それにも使えるし、ちょっとハスラー考えよって、そのままもう迷いなかったよね。そこからね、でまさか契約それも勢いでもう本当に決めたらなんか納車が多分半年ぐらいかかるって言われてて、ちょうど6月、来年とかにする、例えばワンライフふわっとした考えたんだけど、考えたら多分今契約しないと来年からスタートできないじゃんっていう思って、もうそこでするしかないって思ってたんだよね。
その結果的にリースという形で契約をしてました。で日本一周することになって、もともと住んでいた荷物とかに関してなんですけど、今お互いの実家にそれぞれ荷物実は置かせていただいてて、もともと賃貸に住んでたんですけど、やっぱり毎月固定費がかかってしまうのはかなり痛手になっちゃうので、できるだけ固定費を抑えるために無理を言ってそれぞれの実家に置かせてもらってます。ありがとうございます。ありがとうございます。リンゴ夫婦で、実は今ここまで見ていただいて、僕たちがハッサルを使って日本一周をするってことは伝わったと思うんですけど、今もう仕事を辞めている状態でもう日本一周の旅を始めようっていう時なんですけど、実はまだハッサラーが来ていない。そうなんです。納車まだ納車がまだできていない。お越しになってされませんでした。そうなんです。もともとその2021年12月退職だったので、それに合わせて12月に納車をする予定だったんですけど、やっぱりその半導体の影響でしたりとか、そこがあって結果的に1月スタートっていうのが叶わなくなってしまいました。DIY も年内に来たらもうね、年末までの休み期間とかでねする予定だったんですけど、本当はね、有給とか使ってその期間でも全部やりたかったんですけど、準備はもうとりあえずいろいろ買い集めて、で本当にもうすぐできるっていう状態なんですけど、実はまだ来ていなくて、旅自体はもう正直これから実家にずっといるっていうのも申し訳ないというか、時間が1年間って自分たちの中で決めているので、なんか時間だけがもったいないので、旅はもうスタートして、そうなんです。実はもう2軒目か一応で、今この、ね、撮影してるところどこなんだろうとかね、部屋借りてないからね、どこなんだろうって多分思うと思うんですけど、私たちその月額制のアドレスという全国各地に泊まり放題のサービスを今利用させていただいてます。そうなんです。なんかその民泊みたいなところを部屋を借りさせていただいて、すごくいいと思ったのが全国にあるんですけど、なんか古民家みたいなところが多くて、なんかね、落ち着く。もともと C が古民家すごく憧れていて古民家に住んでみたいっていう夢があって、なんかいずれそういう古民家とかに住めたらいいなっていう夢があったので、旅しながらなんかね、できれば実家近くがいいんだけど、なんか住んでみたいとこ見つかればいいなとは思ってて、なので、せっかくだったらもうそういうの始めてみようって思って、なので月額44,000円かかるんですけど、安いよね、2人で家賃みたいな形で払って旅をするっていう形になっています。なので、今こういう生活してるんですけど、実際に車が来たら、すぐに DIY をして旅を始めるので、それまでちょっと車が来るってなったら報告させていただきます。リンゴ夫婦最後にこういう日本一周をすることっていうのが自分たちにとって当たり前ではないと思っていて、本当にいろんな方々のお助けがあってからこそできると思っています。やっぱりまず先ほどお伝えした荷物を実家に置かせていただいてるんですけど、本当にお互いの両親には本当に感謝していて、送り出してくれてね、応援してくれて、本当に反対せずというか、私たちのすることだからっていうふうにね、やっぱり結婚しているので、私だけが決めてできる問題でないというか、それぞれの実感の心配でしたりとか、その中で応援してくださってて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。で日本一周を通してこれからまた、いろんな方々と交流させていただいたりして、出会いとか、楽しみです。そうだね、これから多分いろんな方々に助けられたりすると思うんですけど、感謝の気持ちを忘れずに、で今こういった動画を見てくださってる皆さんに、私たちのこういう動画を見ていただいて、楽しんでいただいて、それを動画を作ってお届けしていけたら、地域のためにできることとか発信して、なのでぜひ楽しんでいただいて、少しでも応援してくださると大変助かります。私たちの活動を応援してくださるよって方はぜひチャンネル登録と高評価をしていただいて、これからもぜひ応援いただけますと幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。